イラストレーターのネグです。前回ですね、20代から絵を描き始めて、プロイラストレーターを目指すまで、というような動画を上げました。でそちらの動画でですね、どういう風な本を読んで勉強していたのかっていう質問があったので、今回は、プロになるまで実際に私がお世話になった本4選を紹介していこうと思います。はい、まず選考基準です。私に与えた影響が実際に大きかったという本を4冊選びました。そして紹介する順番は、勉強すべき順番であり、実際に私が勉強に使った順番でもあります。でただ本を紹介するだけではなくてですね、当時の練習とかどういう効果があったのかっていうのもお話できたらなと思います。その前にですね、初心者こそ本を読むべき理由というのを話していこうと思います。これは数年前の私の実体験です。人体の描き方とかをインターネットで調べようとすると、体を描く前に箱をまずは描いてみましょうみたいなことを上手い人たちが言っていたんですね。そこで私は思いました。まず箱が描けないとどうやって箱描くんですか？もう描けないですよね、普通。人体もまだ完全に描けないのに透視図法を勉強してさらに箱の描き方も覚えろって言うんですかっていう話ですよね。でそこで私は実際に本を読んで透視図法の勉強を始めました。すると何が起きるかです。透視図法を勉強して立体物の描き方を学んだ結果、立体の認識能力が上がります。そうすることによって今までとはまた違う視点で人体を描くことができるようになって、実際に以前よりうまく人体を描けるようになった実感があります。このようにですね、新しく得た知識と過去に得た経験知識が結びついて上達につながるということは絵の勉強ではよくあることです。さらに透視図法を勉強して立体を認識する力が上がれば物体の面を見つけることができるようになって結果的に塗りの上達につながるとか、絵の勉強は一つの知識を詰め込むということも悪くはないんですけれども、新しい範囲を勉強した時に得られるものはとても多いです。なので初心者の人には新しい知識を勉強するということを恐れないでほしいです。これがですね、本を読んで新しい知識を取り入れることを私が勧める理由です。では早速見ていきましょうか。まず1冊目、モルフォの人体デッサンという本です。これはクロッキーのための本ですね。絵を勉強しようと思って割とすぐに買い始めました。2017年、18年あたりは特にこの本にお世話になっていました。ちなみに今でもこの本を使ってクロッキーをすることがあります。それぐらいずっと使える本です。で、この本を勧めたい人っていうのは、これから絵を描き始める人ですね。そういう方々は、とりあえずこれ最初に買ってほしいなと強く思います。私は見たままを描く力、すなわち観察力こそが、画力上達の根本にあるものだと思っています。で、この本はですね、その観察力の基礎を磨くための本だと思ってください。しかもそれに加えて人体の描き方も学べる。めっちゃお得じゃないですか。そしてこの本が他の本より優れているところは、モチベーションを失いにくいこと。これです。何よりも継続しやすい。だから初心者が買うべきだなと思いました。はい、で、先ほどモチベーションを失いにくいと言いましたけれども、その根拠を説明します。一つ目、文字がほとんどない。人体の仕組みを解説している本ってたくさんあるんですけれども、この本は最低限の文字しかないです。文字がたくさんある本って読むことにも体力を使いますよね。
でもこの本はまず第一に黒木。そういう意味でも初心者に優しくて、まず書くことになれようというところから始めることができます。で、2つ目、本自体が小さい。解剖学の本って総じてでかいんですよね。いざ勉強始めるにしても腰が重たくなりがちです。なんですけれども、この本は小さくて持ち運びも簡単です。黒記をするっていうことを非常に習慣づけやすい本です。で、初心者の人がこの本をどう使えばいいかというよりは、私がどう使ってきたかというのをちょっとお話しします。まずこの本、一周して終わりの本ではないです。最後まで模写しきったらまた一からやり直します。で、一周目初めてこの本を買った時は、特にクロッキーだけに集中していました。骨格とか筋肉についての知識は深く調べていたわけではないです。もうとにかく見たままを書くということに慣れようとしていました。一つ模写するのにもすごく時間をかけていましたね。解剖学を意識し始めるのは2週目からでした。一度書いたことがあるからこそ、解剖学にも意識を避けるようになっているはずです。ということでですね、やることが明確でモチベーションの維持がしやすい。それが、モルフォの人体デッサンという本でした。はい、それでは2冊目です。2冊目はスコット・ロバートソンの How to Draw という本です。この本はですね、2018年に入る直前ぐらいに購入しました。で、これは透視図法に基づいた立体物を描けるようになる本です。私が背景を描けるようになったのは、すべてこの本のおかげだなと思ってます。絵を描き始めてから透視図法について学び始めるのに、だいたい1年ぐらいかかってます。で、この本をどういう人に勧めたいかというと、ある程度人体を描き慣れてきた人だと思ってます。ある程度でいいです。むしろ人体描写を完全にマスターする前に知っておきたい知識が詰まっています。ただしですね、モルフォの人体デッサンと比べるとかなり文字が多いです。正直根気がいります。で、この本はですね、まずは箱のような単純な立体物を描くところから始めます。で、そこからですね、徐々に複雑な形の立体物を描き始めて、最終的に背景の描き方まで学ぶというのがこの本の範囲です。ただイラストを描くだけではなくて、基礎練習も大切です。こんな感じでですね、本の教えに沿いながら新しいことに挑戦しています。ただですね、注意してほしいのが、上手い人たちの動画を見ると、箱なんか一瞬で描いちゃってますよね。あれは真似しないでください。何度も何度も描いた経験があっての速さです。私もですね、昔は箱一つ描くのに時間がかかっていました。上手い人たちを見て焦る必要は全くないです。はい、でこちらがこの本を学ぶ前のイラストですね。絵を描き始めた年のイラストです。正直アイレベルを知ってるかどうか怪しい段階ですね。でそれから1年弱経ったぐらいがこちらのイラストです。透視図法の基礎は理解して描いているように見えますね。ただこれは左右対称で透視図法としては比較的簡単な書き方ではあります。で、さらに1年後、この辺りからですね、3点透視図法に挑戦しだします。本格的に3点透視図法に挑戦するまでにだいたい2年かかってるという計算になりますね。はい、で、こちらのイラストを見てください。箱だらけじゃないですか。このイラストの背景はほとんど箱で形成されています。箱こそが背景の基礎なんですね。難しいことには挑戦せずに、まず箱から背景を描き始めています。で、改めまして、この How to Draw という本は箱の描き方から始める本です。そして徐々に背景の描き方までも学ぶという非常に合理的な本です。動画の序盤にも話したんですけれども、この本のおかげで単純に立体の認識能力が上がって人間を描く力も上がったと思います。
はい、では3冊目。スコット・ロバートソンの How to Render という本です。この本を買ったのは2019年に入ってからですね。ちなみに先ほどと同じ著者の本です。実質も私の先生ですね。で、この本は How to Draw を買ってから1年以上経った後に購入しました。この本の内容はですね、光の性質を理解して根拠に基づいた色塗りができるようになる本です。で、似たような本にですね、カラーライトという本があります。カラーライトの方が初心者の方にも読みやすい内容になっていて、実際私もカラーライトの方を先に購入しました。どちらも間違いなくいい本です。ではなぜカラーライトではなく How to Render を選んだのかというと、伸び悩んでいた時期にこの本を読み返してすごく勉強になったからです。そしてカラーライトに載っている言葉は大抵この本にも載ってあります。なんですけれども、カラーライトより文字がたくさんあって根気がいる本になってます。読んでいるだけで上手くなる本ではないので、このようなですね、基礎練習を繰り返していきます。この本を買った2019年、その当時はですね、カラーライトと言ってること同じですやんって思ってしばらく放置していました。で、カラーライトの勉強効果についてはですね、ぜひ前回の動画を参照してください。で、しばらく放置した後、何かの表紙にこの本をまた手に取ってですね、見直すんですけれども、光の性質についてめちゃくちゃ論理的に書いてあるっていうことに気づきます。今までなんとなく理解していたものを明確に根拠を持って理解できるようになった感じです。例えばですね、この本をちゃんと読む前は、鏡のように対岸の植物を反射する湖とそうでない湖、何が違うのか理解できていませんでした。遠くの方は鏡のように景色を反射しているのに、手前では景色を反射せずに底が見えています。この明確な理由も理解できていませんでした。しかしですね、これらの現象にはちゃんと理由があって、その理由をこの本は解説してくれています。根拠を持って色塗りができるようになると、より説得力のあるイラストが描けるようになると思います。で、こういう鏡面反射の描写とか、この本を読んでいなかったら描けなかったと思いますね。あとはこういう鮮やかな色合いの絵ってセンスが必要とか言われがちなんですけれども、これらも全て理論で説明できるものです。やはり知識の大切さが伺えますね。はい、4冊目はビジョンです。これも有名な本ですね。一枚絵をより魅力的に描けるようになる本だと思ってます。で、この本はですね、ある程度描きたいものが描けるようになってから買っていいと思います。先ほどの3冊とは違ってですね、反復練習をするような内容ではないので、読むだけでも十分効果があると思ってます。上手い人たちの絵とか、映画のワンシーンとかを参考にしたりすると、いい一枚絵が描けるということがありますよね。でも具体的に何が良かったんだろうと分からずに描き切ることもありました。この本はそれを言語化してくれます。こういう絵が描きたいな、じゃあこういう構図、ライティングがいいかもっていうような考え方ができるようになります。例えばですね、キャラクターを描きたい。どういう風に描きたいのかっていうのを整理して、じゃあ今回は神々しく強そうに描きたいな。そのためには、じゃあ神々しく見せるために、シンメトリ構図にして、もっと威圧感を出すために下から見上げるようなアングルにしてみようとか、さらに下に赤い光源を置いてより恐ろしい空気を演出してみようといった、こういう考え方ができるようになる本ですね。それと自分の中で新たな発見がありました。この本を読んでから余白を生かすということを意識できるようになりましたね。余白も絵を構成する要素の一部だと考え始めました。
ストーリー性のあるイラストを描きたいという人は、この本から学べることがたくさんあると思います。はい、というわけで以上をプロになるまでお世話になった本4選とさせていただきます。ただですね、もちろんこの4冊しか買っていないわけではないです。詳細な解剖学の本とか、好きなイラストレーターさんの画集とか、そういうのも勉強になります。その中でも特に自分の成長率から選ぶのならこの4冊かなという動画でした。何かの参考になれば嬉しいと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。